動画の前に久留里線について軽くご覧に入れようと思います。久留里線は千葉県内房線の木更津駅から上総亀山駅を結ぶ路線です。大変風情のあるローカル線ではありますが、JR にとっては赤字がとてもひどく、ついに2027年の4月をもって途中の久留里から上総亀山の間が廃線になることが決定しました。今回はその最後1年を切ったというタイミングで、全線の記録をしようと思い立った時の動画です。では今回もよろしくお願いします。皆さんこんにちは、ぶらり鉄旅チャンネルです。今日は木更津駅から上総亀山駅を結ぶ久留里線を乗り通したいと思います。車両はキハイ230系100番台です。水郡線や八戸線でも活躍している気動車です。そうです。なんとこの久留里線は千葉県の JR 唯一の非電化路線になっています。車体は青と緑、ドアは黄色と鮮やかな塗装がしてあります。新しい車両でとてもいい感じです。では早速乗車。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は久留里線普通上総亀山行きです。これから先、祇園、上総清川、東清川の順に終点上総亀山まで各駅に停まります。お客様にお願いいたします。久留里線内では Suica や PASMO などの IC 乗車券はご利用できません。IC 乗車券をご利用のお客様は乗務員または駅係員にお申しください。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。この列車は終点まで禁煙となっております。禁煙にご協力ください。次は祇園です。内房線と分岐して千葉県の内陸へと入っていきます。ちなみに今日は3両編成の運転でしたが、そこそこ座席は埋まっていました。この久留里線なんですが休日お出かけパスの範囲内でして、2950円払えば自由に乗り降りができます。似たようなフリーパスとしてのんびりホリデースイカパスなるものもありますが、久留里線内はスイカ非対応のため利用できないので注意が必要です。久留里線は全線で14駅あって、約1時間で走っていきます。なかなかコンパクトな路線だと思います。一つ目の停車駅である祇園駅に到着しました。一面一線の駅です。祇園というのは神社にゆかりのある地名でして、全国各地の祇園駅の周辺には有名な神社が大抵は存在します。ここの場合は菅神社があるようです。次の上総清川駅に到着です。例によって一面一線の駅です。周りには住宅がありますね。ここでアクアライン方面と立山道を結ぶ道路と立体交差していきます。画面奥側がアクアライン方面だったはずです。直線距離だと本当に近いですね。3駅目の東清川駅に着きました。周辺は一気に田園風景になりました。上の道路は立山道です。千葉県西部を南北に貫く高速道路です。逆に言えば太平洋側の外房を南北に貫く高速道路はありません。次の駅は横田駅です。ここまでは一面一線の駅でしたが、この横田駅と久留里駅は二面一線ですれ違いができるようになっています。よく見ると奥に2本目の線路がありますが、あれはおそらく貨物の引き込み線でしょうか。鉄道路線は今でこそ旅客輸送がメインですが、昔は貨物輸送が今よりも盛んで、貨物用の線路の跡が今でも駅に残っているパターンはかなり多いです。こちらが停車してすぐ対向列車とすれ違いがありました。次の東横田駅に着きました。
一応ここから 3km 歩けば東京ドイツ村に行けるようです。いつかは行ってみたいですね。マクタ駅に着きました。ここはもともと2面2線の駅だったようで、向かい側には今でもホームだけが残っています。次の下郡駅はホームが2両分しかなく、ドアカットが行われていました。この駅と東横田駅、そして現存しない上総山本駅は利用客数が少なかったことから、戦争中からしばらくの間営業休止となっていたようです。次の小櫃駅に着きました。ここもかつて2面2線の駅で、ホーム跡が残っています。次の田原田駅に着きました。線路を挟んで住宅地と畑があります。ホームと住宅が完全に隣り合っていますね。ここで発車時の運転台の速度計に注目してみました。比較的新しい設計の機動車ということで、なかなか悪くない加速だと思います。動画でもかなり揺れているのが伝わるでしょうか。個人的には風情があって悪くないと思います。普段使いとなると話は別な気がしますが、全線を通して時速 40km 程度で運転していました。というわけで久留里線の主要駅である久留里駅に到着しました。土地も広くて本格的な駅ということがわかりますね。少し外に出てみました。やはりここでほとんどの乗客は降りていきました。ここから先が来年に廃線となる区間になっています。またドアカットがされていました。あのドア、結構ギリギリなんですね。対向の列車がいました。ほとんどの列車はここで折り返していきますが、私たちの列車はさらに奥の終点まで向かっていきます。また千葉県内でよく見かける気がする名所案内も例によってちゃんとあります。先頭車両が空いたので前にやってきました。ここからは本当に秘境といった区間になります。ここからまた線路は一本に合流します。ここから終点までは約20分で、そこまで長いわけではありません。次は平山です。久留里線内ではスイカやパスモなどの IC 乗車券はご利用できません。急なカーブや鉄橋が続いていきます。なかなか景色も良くて興味深い路線ですね。関東に住んでいるとなかなか味わえません。山を抜けると開けた場所になり、平山駅に到着します。ここからは来年には廃線になるということでしっかり目に焼き付けていきたいところです。次の上総松岡駅に着きました。こうやって見るとすごくシンプルなホームでなかなか風情があります。左右に土地の余裕もあって、おそらく線路が複数あったんだろうと想像できます。次の終点、上総亀山駅に向けてラストスパートです。ここからまた森の中に入っていきます。ここで初のトンネルが出現します。この区間に3つのトンネルが存在します。この辺になると、なんとか線路を敷いたという建設時の苦労が伝わってきますね。険しいカーブが続いていきます。こ
ここで終点の上総亀山駅に到着しました。使われてない線路が残っていて、終点駅ながらホームは簡素な構造のようです。折り返しまでは15分あるので、ざっと駅周辺を見ていきます。線路の末端方向へ歩いてみます。線路の終わりには何があるのでしょうか。線路は駅から少し離れたところで終わっています。当初は国鉄木原線、現在のいすみ鉄道いすみ線とつないで、外房線の大原駅につなぐ計画があったようです。ですが残念ながら計画は未成線のままで終わり、ここで終点となりました。ではあまり時間もないので駅に戻っていきます。左手には消防団の建物がありました。この駅から歩くと巨大なダムや橋があって、特に温泉が有名なようですが、時間が合わず断念することになりました。というのも、木更津発上総亀山行きの列車は5本しか存在せず、それぞれ6時、7時、その次は13時、15時、19時台とかなり間隔が空いていて、上総亀山駅で鉄道で観光するのは不可能に近いダイヤになっています。利用促進ではなく輸送力を促進するんですかね？それはさておき、列車が真横に来ていました。青空と列車のカラーリングのコントラストが個人的にお気に入りです。駅舎に時刻表がありました。高くはないけど安くはないかな？では折り返し木更津駅に乗車していきます。帰りは久留里駅で下車して少し散策してみようと思います。久留里駅で下車しました。なかなか風情のある木造駅舎ですが、おそらく戦前のものでしょう。駅前にはタクシー乗り場などが整備されていてかなり綺麗です。何かお店があるといいんですが。久留里の街は勝手に水が出てくる自噴井戸がたくさんあるようで、駅前にもこんな施設がありました。水質基準に適合した水で、撮影中にも地元の方が水を汲みに来ていました。駅前の通りは久留里街道と呼ばれ、古くから交通の要衝として栄えていました。そのせいかはわかりませんが少し道幅が狭いです。ここでいい感じのカフェなどを探していたのですが、まだ朝だったので営業時間外でした。コンビニで済ませることにしました。では、あとはのんびり帰るだけです。では今回の久留里線の動画はここまでとなります。このチャンネルでは、鉄道でぶらりと旅行をテーマに動画をお届けしています。高評価やコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。